子供たちよ。はい、お父様。この家は力をまとめ、力を育て、ここにまで至った。力とは財であり、才であり、権力であり、野心だ。故に父はお前たちのため、次の家督を最も強き者に託す。あら、でしたら次の当主は私ということで構いませんか、お父様。そう、セクナ・ジェンテル。お前がこの家で最も強くなったならば振り返ってもシンプルなお話ね。勝負の行方も未来の明暗も決めるは己の力次第。それだけ。ジェンティル、僕のプロジェクトに一番上の姉様もおじ様も入った。人をまとめ治める、これもノーだ。お前がまだ家で最も強いものを目指しているのなら。あらあらあなたったら相変わらず可愛らしいのね。この家で最も強いなどさまつな順列にこだわって。お前、それはお父様のお言葉を。ってなんだそれは。世界よ。ねえ、お考えになって。最も強いとはこの家で強いこと？この国の全員に勝つこと？いいえ、最も強いとはこの世界で最も。は？あら失礼。案外やばいのね。それは特注で作った鋼鉄製のはずだが。ジェンティル、それを貸せ。これからお父様にご報告だ。私たちは西欧諸国での事業を開始する。目に見えるものだけが力ではない。お前に持てぬこの刃は傲慢な娘の首筋にも届くぞ。ええ、存じております。どうぞ嫉妬でも羨望でもお好きな切っ先をお向けになって。それらがへし折れぬほどこの手はやわではございませんわ。ビルシーナ、前回の選抜レースでは1着でしたよね。スピードもセンスも明らかに抜きん出ていたとでした。ああ、彼女はスピードも競り合いのセンスもピカイチだ。間違いなく今後注目すべき一人さ。ただ今日は。ジェンティルさん、ご機嫌はいかが？先日の選抜レースはご欠席されたようでしたが。あら、ごめんあそばせ。そちらは不要だったものですから。それなのに私とのレースは必要と？ええ、一着という結果を背負ってきたのです。ようやく砕きがいがあるというもの。さあ、存分に振るってくださる？その努力でさらに私を押し上げるために。いいえ、あなたは登るのではなく伏すのよ。勘違いなさらないで。いいスタートだったわね。そしていい風よけ。どうぞご自由に。それも込みでスタミナをつけましたから。あら、まあまあ。ジェンティルが一気に隣へ。なんという力だ。噂には聞いていたが実際に目にするとなお。ジェンティル、
5馬審査ビルシーナに対して 5？ 違います。もう一度レースをすぐに準備できるわ。そうすれば今度は。つまらないことをおっしゃらないで。あなたも理解しているはず。あなたの策は散り、競うための体力すら消え失せた。その挑戦は私に何ももたらさない。結果の見えた戦はただの虐げ。無意にいたぶる趣味はなくてよ。ジェンティル、君には三冠馬娘になれる素養があります。何万といる馬娘の中で史上7人目の栄光をつかむのは君です。7人目ね。それで最も強いと称されますの？三冠すら足らないか。では凱旋門賞だとどうだ。強さの先に得られる最高の栄誉達成できれば日本史上初だぞ。熱烈なお誘い、心より感謝いたしますわ。けれど相手の顔色をもっとご覧になったらいかが？それに私はへえ、私の走りにはどうぞ続けてくださる。戸惑うよりなさるべきことがあるでしょう。ご感想は毅然と遠慮なくおっしゃって。すべて強すぎる。それでなぜ力が強すぎることがいけないの？私たちのレースにそれは必要なものでしょ。例えば濡れた芝、力を込めなければ足は滑りロスを生む。ならば力こそがアドバンテージになる。膝抜きのトレーニングが必要かしら。普段のフォームにも影響が出そうだけれど。そう。他に具体的なメニューは？話は以上。では失礼いたしますわ。それから次にお話しする時までにその目を泳がせる癖をおやめなさい。その傷一つないバッジのように真新しい方なのでしょうか。信じられない。今ジェンティルドンナが走ってる相手ってブエナビスタですよ。分かっている。それにしても
ジェンティルドンナの走りが以前と比べてさらに。お疲れ様です、ジェンティルさん。もう一度ですよね。先ほどの走りが体に染み込むまで。ええ、時間はあるのでしょ。はい、困った時は助け合い。ルームメイトですもんね。ジェンティルドンナ。あら、ビルシーナさん、いかがなさって？私、あなたにレースを申し込むわ。ジェンティル、お前の力はすでに圧倒的。トレセン学園で二つとない強さを示していると聞く。故に思うのだ。お前はなぜその世界にとどまる？敗者からの再選をも受けたとすら聞いたが。申し上げますわ、お父様。あの世界はどれほど鍛え磨いてももっと力を重ねなさいとささやくの。最後に残るは強者の体一つと頭一つ。レースとは最も簡潔で華々しい力の証明ですの。ビルシーナ、あの子この前扱っていたメニューよりもはるかに大きな重量を。こちら空いてるかしら？どうぞ。私あなたに敗れた頃の自分はすでに捨て去りましたから。昨夜トレーニングメニューもすべて。あ、ちょうどいいわ。そこのあなた、新人トレーナーさん。タイムを測ってちょうだいな。すべてがゴールするまで。昨日よりも張りを増したかしら。お昼もジムに行かれていたようね。ええ、昨日の夜も今朝もこれまでも必要な時間を必要な場所で過ごしていますので、今度はあなたに抜かせないほどの速さで駆け続ける。そのために鍛えていただけですわ。そう。タイムは？そう、前回よりも。ビルシーナ、あなたは強くなっていた。しかし私はそれ以上に力をつけた。それが事実、揺るがない真実よ。それでも、そうだとしても私は挑み続けます。負けた理由を洗い出して何百でも力を補ってあなたの先を行くその日まで、私は強さを求め続ける。よろしい。レース走者とは核あるべし。泥にまみれ転げても自ら拭い、昨日までの己を超えて挑み続けなさい。強き者に。自身こそがより強き者だと誇示するために、その全てを跳ねのけ引きずり下ろして、私は最強になるわ。私たちの力とは与えられた障壁を突破するもの。
己の成したいことを遂げるためのもの。そして私はこの身で、この力で最強を示しましょう。失礼するわ。これからもどうぞお覚悟なさって。ええ、ごきげんよ。それであなたから私にご提案があると。それであなたからの提案って？これだけ？このトレーニング法、先週発表された論文のものでしょ。それに内拉致沿いからの攻め方は私の得意分野。得意を磨くはいいけれど、それは戦術を狭める選択肢。デビュー前だからこそ苦手分野から取り組むべきでは。まさかそのセオリーすらもあなた。200メートルを8本、その程度でよろしいの？まあそれはなら最初の1本はゆっくり泳いだ方が良いかしら。この重りを使ってトレーニングを。そう、こんな軽くてやばいもので。クールダウン前に15-15だなんて、最後に全力疾走すらさせないの？手厳しいこと。11、12、13、15。このままもう一度200は。ほら、こちらにいたの。あなたはどのような路線に向かわせたいの？あるでしょ、日本一の栄光を競う日本ダービーを取りたい。世界一の凱旋門賞の栄誉を馬娘に捧げたいくらいは。まずはトリプルティアラ路線だって、私には華やかなティアラがよく似合うでしょ。他の方は私ならダービーも取れるとクラシック三冠路線の方を進めてきた方もいるけど。そう、大切なのは何を成し遂げたかではない、どのように強くあるか。あなたとは長い付き合いになるかしら。さあ契約しましょう、トレーナー。
気が変わる前に契約書を用意してくださる？あとそれからこれからにあたってまずはどうぞ。レディーに対するマナーをご存じないの？その唇はお飾りかしらねえ、期待しているわトレーナー。こちらお返しいたしますわ。難しく書いている割に内容は薄かったわね。海外の最新理論を仕入れる分には役立ったけれど。で、出典元の本はあなたのことだから何冊か取り寄せているのでしょ。あら素敵。なら原書の方お借りしますわね。いやー、ほんと最近これでもかってくらい勉強してるよ。担当の子の力になりたくてさ。ごきげんよう。今少しよろしくて。この間借りた本のここ、あなたがマーカーを引いている部分、かなり有効な理論よね。特に今の私の課題を克服するにあたっては。けれどあなたは採用していない。なぜかしら。もちろんご説明いただけますわね。いやいや、頭が切れるとは聞いてたけど、あんなにひるまないあなたもすごいし。周りには誰もいなそうね。あなたスマホは？あいにく制服の中でしたよ。まあそうね。お互い身一つ。無駄な体力は消耗しない方が賢明。それに最悪どんなに遅くても19時頃には出られる。その時間に一旦トレーニングを終える方は多いもの。けれどそんなに待っていられませんわ。トレーニング終わりはすぐにシャワーを浴びたいのよね、私。一つ教えて差し上げますわ。手札の数がものを言う世界において、時に理論や常識をも覆す最も有用で有効なカード、それがパワー、最強のジョーカー。あら、まあ殊勝な心がけですこと。パワーは最強のジョーカー。けれどそれは理屈や理論を超越できてこそ。生半可な力ではただのピエロでしかない。故にウォーミングアップくらい軽くこなしていただける？エース落ちていてよ。あなたが組んだのでしょ、ご自分でこのメニューを。殊勝な心がけですこと。でしたら見せていただこうかしら。
それともこれはただの本気アピールでして？そうだとしたら足りなくてよ。ええ、だって普通に鍛えるのではただのマッチョなピエロになるだけ。ジョーカーを手になさりたいなら普通の感覚は手放しませんと。大丈夫、手放し方は教えて差し上げるわ。私がこれからゆっくりとね。まずは肩慣らしにスクワットいきましょうか。体幹、自重コントロール、全てがパワーの基礎となるわ。何をほうけていらっしゃるの？さっさと体勢を整えなさい。足を肩幅に開き、ゆっくり腰を下ろす。上体を起こし、曲げた膝はつま先より前に出さずに、その姿勢のまま10秒キープ。たった10秒、簡単でしょ。さあレディーゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、腰、顎、上げない。8、9、10。次、2セット目。今度姿勢が崩れたらカウントは進めないわよ。レディーゴー。1、2、3、4、5、5、5、5、5、5。ほら、ご自分を甘やかしていたら一生終わりませんわよ。はい、5、6、7、8、8、8、9、10。結構。ではもう1セット。はい、3分休憩。あら、まだ耐えなさるのね。まあまあ驚いたこと。全然まだまだ余裕だなんて。ごめん遊ばせ。異彩承知しましてよ。さあ続きといたしましょうか。今度こそ本気で。フラフラするのをおよしなさい。みっともない。まるで生まれたての小鹿ね。先が思いやられるわ。あら、あれはこの重厚な輝き、ショーケース越しでも見て取れた質の良さ。さすが超高級鉄球。しかも超ヘビー級でこのコンパクトさ。携帯用にも良さそうね。ええ、ウォーキングダンベル代わりに。まったく丈夫でよろしくてよ。何より鉄球ケース、こちらを選べるメリットが大きいわね。ほら、レースに包むだけでなんて可愛らしいこと。さらに重量を増やしたければチャーム型のウェイトも追加できましてよ。あら、こちらのレザーケース新色かしら。ねえ、こちらの品出していただける？ええ、そちらの新作のものを。
あらあなたにそちらはまだ早くてよ、新人さん。という名の腕相撲大会でしたよ。賞品はリゾートディナーだとか。適所で正しく発揮できてこそパワーは手札と言える。トレーニングは続けているようですし、随分体も締まったご様子ですけれどさて、あなたが手にしたのはどちらかしら。ジョーカーかピエロか。勝者ジェンティルドンナ。ウマ娘部門の優勝はジェンティルドンナだ。軽いわね。1秒も持たないなんて。同じウマ娘相手でこんなに力の差が。次元が違いすぎる。まさかの先輩。ごめんトレーナー。いや、まだ勝負は終わってないぞ。これは最強ペア決定戦だ。つまりあいつに勝てば。あらあら。おっと、ジェンティルドンナトレーナー、熱い視線を独り占め。これは怖いぞ。なあみんな、ちょっと協力し合わないか。ここから優勝するためにはみんなあいつにだけは負けられないだろう。だからあいつとの対戦中、後ろで変顔したり動揺させたりしてみんなで隙を作り気力を消耗させ勝つ。どうだ。多少卑怯だが一強状態を打破しないことにはな。よし、その話乗った。これは逆転の奇跡。ルール上問題はありませんが、多勢に無勢の大ピンチ、どうなってしまうのか。まあ大変ですこと。あら、策でもお持ちですの。楽しそうなところ残念だけれど、その方私のトレーナーよ。試合終了。ジェンティルドンナトレーナーの勝利。嘘だろ。策を使う隙すらないなんて。やるな。だが最後の相手はトレセントレーナー界最強グリバッチョのこの俺だ。そうだろそうだろ。さすがに俺には勝てって聞くで。じゃあ今までは本気だ。あなたも
多少は理解なさったようね。力を、その本質を。どうぞ差し上げますわ。超ヘビー級の鉄球、いかが？心地のいい重さでしょう。持ち歩くなら専用ケースも必要ね。殊勝な心がけですこと。